それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回はあの人の気持ち、恋の近未来について見ていきます。あの人から動きはあるのかに焦点を当てて見ていこうと思います。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方、こちらのカードはブラックカイアナイトです。ではタロットカードを展開していきましょう。はい、それでは見ていきます。カメラの位置を調整しました。見えやすいようになっているかと思います。カードの説明です。こちらの左側があなたを表しています。右側がお相手です。今のあなたの現在の状況に、カップのキング、そしてお相手がペンタクルの5番です。2人の関係性を表すところにソードのクイーンのカード、そしてあなた自身の本音、本心を表すところにワンドのキング、お相手はワンドの7番です。そして今現在の障害がここですね。カップの5番、そしてお相手がどんな動きをこれから見せてくれるのかっていうところなんですが、ここにペンタクルの10です。そしてこちらが最終的なアドバイスカード、カップの10のカードです。そしてあとはルノルマンで補足をもらっていきます。で今回この1番さん見ていると、まずそのお相手が今、困難な状況といいますか厳しいなっていうのをまず感じていらっしゃることっていうのはあります。そしてあとは人物っていうのが複数人登場しているのかなとも思いますので、当てはまる方もいらっしゃるかもしれません。お相手と自分だけの問題ではなくて、もしかしたらどちらかにパートナーがいらっしゃるとか、または恋のライバルですね。もしかして向こうに好きな人がいるんじゃないかっていうふうにあなたが勘ぐっていたり、確定はしていないんだけど薄々そうなんじゃないかっていう疑惑、疑念っていうのを抱いている可能性もあります。お相手の状況で1枚出していきますね。はい、子供のカードです。そうですね、新しい始まり、始まることへの不安とか足りないっていうところでしょうか。欠損だったりとか、ペンタクルっていうのは肉体とか目に見えるもの、物質的なものっていうのを表しています。お金とか経済面、生活状況とかそういうことも表しているので、あなたとの恋愛を進めるにあたってまずここ、変化を伴うことに今困難さを感じている、厳しさを感じているっていうのがあります。新しく始めていくのはちょっとっていうような状況です。そしてお二人の関係性を表すところにソードのクイーンのカードが出ているので、そこには女性っていう存在が関係しているかもしれない、またはいやそうではないっていう方だとしたら、あなたとお相手の間において良い判断をすることが必要になってきます。お相手の話や状況をよく理解して、よく見て聞いて理解していくことが大切になってきます。そんな今の間柄なので、あなたが今お相手のことをよく知ろうとしていたり、深く理解しているんだっていうカードが出ているので、愛しているとか慕っている、心から慕っていて、なんとか救ってあげたい、助けてあげたいっていう気持ちがあるカップのキングなので、そしてこのお相手の今の状況っていうのが今お二人の関係で出しているので、あなたとの恋愛を進めていくにはまだ自分にとっては欠けているものがあるとか足りないとか、それは時間なのか目に見えるもの、手に取って感じられるようなものが主になってくるので、自分の健康状態なのか始めるっていうことに対してのまだそこの地点に立っていないっていうところで、じっくりとお互いが見極めている、距離を詰めるためにしっかりと見ていかなきゃなって、そういうことをお互い感じてます。あなたはすごく心からの優しさや愛情を持ってお相手に接していきたいという気持ちが今表面に現れています。しっかりと冷静に状況を見ていきましょう。そんな今の関係性、そうですね、お相手が今困難な状況っていうのは出てきているので、
まっすぐにストレートにアプローチしてきてくれるのかって言ったら少し難しいのかなっていうのは出てきています。そしてあなたの本音本心、お相手の本音本心っていうところで、お互いワンドのカード、キングと7番のカードが出ています。あなたはやっぱり積極的に自分からリードしてこの恋進めていきたいっていう気持ちがすごく強いんじゃないかなと思うんですね。で、加えてお相手とのバランスも見ていきながら発展させていきたい、もう情熱メラメラとした恋愛をしていきたいっていう気持ちが高まっていると思うんですね。そして自分からリーダーシップをとって変えていきたい、発展していきたい、明るい関係にしていきたいというのがここでものすごく出ています。でも優しさはちゃんと持っているので、お相手を理解しようって、今の状況なんか苦しいことあるのかなっていうのをよく見ようっていうのが出てきていますし、お相手ここワンドの7番で自分の心の中ではうまく立ち回っていきたいなとか、まず戦い争いっていうのがあるので、ご自身の中でです。今苦しいなと思っていることに対してなんとか諦めずに粘り強く取り組んでそれを乗り越えたいっていう気持ちなんです。この原因って何なのかなって言ったら子供のカードなので、新しい関係性を築くこととか、今までの関係性を変えて恋愛関係っていうところを始めていくことをまだ今自分の中では葛藤しているような状態なのかもしれないし、また違うところにこれは問題があるかもしれません。例えばあなたとデートしたいと思っているんだけど、なんとか切り抜けたいと思ってるんだけど、今ちょっとお財布の事情がっていうところかもしれないし、自分の健康状態があまり良くないから回復してからあなたとしっかりと向き合っていきたいなのかもしれないし、現状としては今そんなにこの人は活発とかまっすぐ進んでいくとか順調ではないなっていうのは出てきています。それをうまくカバーしたい、カバーできるっていうのがあなたのところに入ってきています。そして問題点がカップの5番なので、お相手がやっぱり今こういう状況であったとしても落ち込んだりとかネガティブ思考にならないでね、がっかりしないでねっていう、そういうそうですね、問題点なのでがっかりしちゃうっていうのがやはり問題点なのかな。特にあなたの方で期待してうまくねやっていく、発展させていきたいって思ってるのに相手がこう響いてこない、自分がアプローチしてるんだけど相手のいい返事がもらえなくてがっかりしちゃうっていうのがここに入ってきてるんですね。これそうですね、あんまりこうひどくがっかりしても全部が終わりなんだとか投げ出したいっていうふうに思うようなことがあったとしても、今それをちょっとこらえてみてくださいって、まだ希望は残されていますよっていうところが出てきています。こちらがお相手の近未来の動きですね。ペンタクル10なので、あなたと仲違いしようとか距離を置こうっていうことは全く考えていません。円満な関係を築いていきたい、そして自分に足りないものをプラスしていってさらにより良い関係性になっていきたいっていうことは出てきています。ただし今の関係性をじゃあ新しく変えていくんですか、全く別のものにしていくんですかっていうことに関しては少し時間がかかるかもしれないなって、その新しい関係を今すぐスタートさせたいっていうようなスタンスではないんですよね。長くじっくりと時間をかけて2人の関係性を育んでいきたいっていうことが出てきています。これがあなたとお相手が浅い関係性だとしたら、いきなり恋愛スタートではなくて、まずはお友達からとか会社の中でとかチームの中でとか、その関係性を円滑に円満に、良いチームワークを組んでいきながら進めていきたいっていうことですね。お友達から進めていくとか会社の関係から徐々にっていうことをこの方は考えてるし、そのように伝えるとかアプローチしてくるってことはあります。すごく優しく接してくれると思います。じゃあそこに恋愛感情ってあるんですかっていうところなんですね。問題はこちらが、アドバイスカードでカップの10のカードが出ているので、まず近々嬉しいことはあると思います。今の現状お相手が不調な状態です。はっきり言ってしまえばそこからだいぶ前向きな状況環境になっていくと思います。お相手の言動がガラッと変わるわけではないんですけど、調子良くなったんだなとか、最近前より仲良く接してくれるなとか、お相手の根本的なお人柄っていうのは変わらないんですが、その今の関係性でも順調にやってるなっていうのを手応えとして感じられると思います。なのでその今の関係性で
落ち着いて育んでいける、その日々の幸せを少しずつ手に取って噛みしめていって、そこに喜びを見出していってねっていうのがカップの10のカードです。2人で分かち合う幸せ、喜びっていうところ、共感っていうところも入ってきていますから、少しずつ共通点を見出していく、そこをきっかけに、仲良くなっていくとかっていうのもおすすめだと思います。あなたの方で落ち込んでしまえば、そこから進んでいかなくなってしまう。今はあなたがリードを取っていく番なのかなとも思うので、このお相手に任せていると、そんなに思ったような結果とか進展っていうのは、あなたが思っている以上のものは手に入れられないんじゃないかな。だからこそあなたが今動く番なんじゃないかなっていうのも出てきています。そしてアドバイスカードの補足に蛇のカードが出ています。これはいわゆる嫉妬とか、あと心にまとわりついてくるモヤモヤとか、そうですね、ちょっと負の感情だったりネガティブ要素っていうのが入ってきます。絡んできますね。なので一番最初にお伝えしたライバルの存在がいるとか、その他に気になる人がいるんじゃないかっていうふうに考えすぎてしまうのであれば、一旦それをクリアにして、それは考えませんっていう風にしておいてください。そしてお相手との一緒にいる時間を大切にするだったりとか、今すぐ恋愛関係にはすぐに急スピードに発展しないかもしれないけど、この人が今健やかで心の状態が良くて、私と仲良くしようっていう風に思って、お友達としてでもうまくやっていこうっていう風に、そういう姿勢を見せてくれてるんだったら、今はまずそれで満足だ。そこで何かを見出していこうっていう気持ちを持つことが大切です。嫉妬に狂ったりとか、心にまとわりついてくるものに対していつまでもそれをずっと抱えていると、あなた自身が苦しくなってしまうので、ここですね、期待した通りにならないからがっかりしちゃうわっていうような状態になるのが課題点なんですね。なのでそうではなくて、2人でいることの意味、一人ぼっちの孤独感ではなくて、2人でいることによって何を感じるのか、何を幸せとか楽しいとか嬉しいって思えるのか、そこに注目してみてくださいねっていう、そういうアドバイスカードでもありました。そしてこれからでは、お相手と近々どんなことが訪れるのか、恋の近未来について、そして好きなお相手が今あなたに伝えたいことについて見ていこうと思います。それはこのオラクルカードも合わせていきながら見ていきます。まずお相手の近未来の動きがペンタクル10なので、悪いことにはならないです。はい、円満な関係を築いていこうとか、これからも長くお付き合いできるような関係性を育んでいこうっていう、そういうお気持ちが出てきていますから、そこは安心してください。喧嘩しちゃってがっかりとかそういうことにはならないです。まず見ていきましょうね。ラッキーナンバーは8番です。8のつく日時を参考にしてください。そしてあとはオラクルカードからは、自分を知る鏡を見てね、自分自身を見ている女性の絵柄、そしてこちらのカードですね。このカードは好きなお相手があなたに伝えたいこととしだしています。軽快に自転車に乗って風を感じながら、爽やかに走り抜けていっている女性の絵柄ですね。こちら後でメッセージお伝えしていきます。まずラッキーナンバーの8番っていうのは、囚われからの解放を表しています。そこからの気づきや目覚めで、何に囚われているのかなって言ったら、やはりここの絡みついてくるものです。それはあなた自身に絡みついてくるものかもしれないし、お相手の周りに取り巻きがいるとか、この人に絡んでくるようなちょっと厄介な存在がいるのかもしれません。それを表しているのかもしれないですね。そこに対して一つ一つ見ちゃうんだっていうところがあるかもしれないから、もし気にしてしまう、そしてがっかりしてしまうのであれば、そこを見ないようにできるだけ緩めていってねっていう、そういうアドバイスです。はい。で、好きな人と近未来起こる出来事、解放と本音に気づく出来事が訪れるでしょう。ある日会話の中で好きなお相手が何気なく言った言葉というのが、あなたの心に強く響いてくると思います。例えば、君って本当はもっと〇〇な人だよねとか、思いがけない本質を見抜かれたような一言がやってくるでしょう。その瞬間、あなたは無意識によく見られようと思って頑張っていたことに気がつくのかもしれません。そして、この人の前では素直でいてもいいんだっていうふうに心がふっと軽くなる瞬間がやってきます。そこから自然と少しずつ本音で話せるようになっていき、お互いの距離がもっと縮まっていくでしょう。
あなたは自分の中にあった思い込みや無意識のルールからそっと解放されるような、そんな気づきを得そうです。ある出来事や言葉をきっかけに、私は本当はこうしたかったんだという本音に気づき、自分自身とやっと向き合える瞬間が訪れます。それは静かながらも深い目覚めとなるでしょう。ご自身が本当に好きな人に向かって歩み出すタイミングが整ってきています。見た目や肩書きだけではなくて、心の温度に触れるような感覚、そこに芽生える思いがやがてあなたを優しく包み込む、そんな関係へと発展していくでしょう。はい、優しく関係性が進んでいく、とらわれからの解放っていうのが出てきているので、ネガティブ思考からの解放とか、あなたを迷わせていた、悩ませていたものからの自分自身から脱却していく、自分の中で考えすぎていたことから離れていくんだよっていう、そういうメッセージが込められています。お相手からの本当に何気ない日常会話の一言で、そのことにハッと気づくようなことがあるかもしれません。好きな人が伝えたいことっていうのもこちらのカードですね。軽快さっていうのが出てるから、もうがんじがらめにならなくていいんだよっていう、そういうメッセージも込められているんじゃないかなと思います。このカードは動いてみて、そして感じてみてっていうカードなんですね。自分を整えるために日々体を動かすことを大切にしてみましょう。歩いたりストレッチしたり、自然の中で深呼吸をしたり、そんな一つ一つの行動が前向きな心を作ってくれると、思います。そして軽快になっていけばなっていくほど、お二人の恋の流れっていうのもうまく流れていきやすくなります。あなたにとっても自分自身の心と体を大切にしてほしい、そのようにお相手は思っています。心も体も大事にして、そしていつも明るく爽やかに駆け抜けていく、そんなあなたの姿を見ているよ、そんな姿が好きだよっていうことをお相手は伝えてきてくれています。絡みついてしまって悩んでしまうっていうよりは、あなたが本当に思っている本音通り、もう軽快に動いていきたいんだとか、活発的にこの恋発展していきたいんだって、そこを表に出していってもいいんじゃないかなっていうのも出ています。自分を知るイコール客観的に自分を捉えたりとか、自分の姿を鏡に映すことによって、それ体にね出てますよ。心の声っていうのが体に出てるので、自分の最近のお顔とか体つきとかどうなってるかなとか、以前より引き締まっているだろうか、いや何かむくみが最近ひどい気がするとか、体のサインをチェックしてみてください。また自分の顔が曇りがちになっているということは、自分の心が曇っているということでもあるんです。はつらつとしているかなとか、何か不調が出ているかなとか、お顔に吹き出物が出ているとか、寝不足じゃないかなっていうのをチェックしてみてください。必ず何かしらのサインがそこに現れています。そしてここ動いてみてっていうカードが出てるので、体動かしていないのかもしれない、ストレッチ不足かもしれませんね。体硬くなっていて、体をほぐしていくことっていうのが今あなたにとってのラッキーアクションかもしれません。考えすぎてしまっていて動きが鈍くなっているとかだとしたら、運を動かすために運動をしてみましょう。歩いてみたりとか、ストレッチしたりとか、できることからやってみてください。そして2人でいることの楽しさとか、お相手からかけてもらったことまで自分が嬉しいなと思ったその日その日を大切にしていく。そうすることで自分の本音本心っていうところをもう一度再確認することができるんじゃないかなっていうふうに思います。あなたの本当の思いはきっとすぐそばにあります。深呼吸をして自分の内側にこんにちはっていうふうに声をかけてみましょう。もう迷わなくても大丈夫です。この恋はお相手、今の現状をより良くしていこうっていうのは出てきています。ただガラッと恋愛関係になっていくというよりは、徐々に関係性が良くなっていく、これ円満を表すカードなので、仲良くしていこうっていうふうに働きかけが出てくるんですね。なのでお二人の間で今デートしている関係性ですとか、結構仲いいんですっていう方だとしたら、お相手はデートのお誘いをしてくるとか、いつものような感じってことが入ってくるので、浅い関係性だったら浅い関係性で、その状態から一歩踏み込んでいく、今の現状よりこっちの方が一歩踏み込んでいるので、そうですね、恋愛関係というよりは今の関係性からもっと踏み込んだ話ができる関係性になっていくっていう感じで、少しずつ深まっていくような、そんな動き、お相手からのアプローチっていうのがあると思います。
ではこちらのお選びいただいたオラクルカードからメッセージをいただいていきます。ブラックカイアナイトのカードです。ちゃんと断れる、そんなあなたが恋を育む強さになっていきます。この恋愛をうまく育んでいくためには、まず自分を大切にすることが何より大切になってきます。最近頼まれ事を何でも引き受けて少し疲れてはいないでしょうか。誰かに合わせすぎて心や時間をすり減らしていないか、少し立ち止まってみましょう。今日は無理かも、少し休みたいなというふうに感じたときは、無理をしないで断って大丈夫です。罪悪感を感じる必要はありません。あなたが自分を守ることで恋のエネルギーも守られていきます。好きなお相手との関係でも自分のペースを大切にできることが心地よく長く続く関係を作る第一歩です。余裕のあるあなたが一番魅力的に映ります。どうか遠慮しないでくださいね。どういうことをしていけばいいのかっていうね、開運アクションもお伝えします。まずスケジュール帳に自分のための休憩時間を先に書き込んでおきましょう。この日は一日何もしないぞっていうフリーの日を決める、先に決めていきましょう。そして次です。ノー、いいえという練習を小さなことからしてみるのがおすすめです。例えば、ごめんね、今日は早く寝るねっていうふうに自分のスケジュールを優先させる、自分の心と体のリラックスを優先させるために断る。今日は遅くなるから遅くならないようにしたい、早く寝たいっていうふうに思ってて、ごめんねっていうふうに断る。今日は自分はこうしますっていうふうに宣言するんですね。ノーっていうのは違うよとかやらないよとかダメだよっていうことではなくて、これ以上引き伸ばさないよっていう意味だと思うんですよね。誰かに合わせすぎてしまったり、頼まれ事を引き受けしすぎてしまってるかもしれないので、リセットする。今日は休むぞ、フリーの日を作るぞって決めた時は、もう今日は休みなんでごめんなさいねっていうふうに断る、いう自分がこうするんだってことを伝える、そういうふうな練習、小さなことからやってみましょう。この後買い物があるからここまででお疲れ様でしたとかね、そういうことで切り替えっていうのを練習してみてください。そうすると心のリセットとか心に余裕が生まれて、もっと楽しくなっていくと思います。はい、今回はあの人のお気持ち、恋の近未来、この人から動きはありますかというのをテーマに見ていきました。そして好きなお相手からのメッセージもいただいていきました。開運メッセージ、アドバイス、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきます。高評価やコメント、そしてチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人のお気持ち、恋の近未来、あの人から動いてきてくれますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方はラブラドライトというカードです。では今回タロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。まずこちらの左側があなたを表していて、右側がお相手を表しています。あなたの今のお気持ち、現状のところにペンタクルのこちらプリンス、ナイトのカードですね。そしてお相手の現状がワンドの5番っていうことで、穏やかではないなっていう印象を受けます。その後なんですが、お二人の今の関係値っていうところがペンタクル8のカードですね。毎日会っているような関係性なのかもしれません。日々コツコツとっていうカードなので、お仕事で一緒とかね、そういうこともあると思います。こちらがあなたの本音、本心です。カップのエースなので、お相手とやっぱり恋愛関係になっていきたいなっていうのを感じていらっしゃいますね。今の関係性じゃなくて、
そうですね、恋愛関係にしていきたい、新しい関係性を求めている、そして恋愛っていうところでお相手にときめいているよっていうのが伝わってきます。そしてこちらがお相手の本心がハーミットのカードなんですね。一人で考えてるなっていうことがあります。なぜかといったら、ここで少し揉めているからっていうのがあるんですよね。落ち着いていない、誰かと争っているっていうよりは、ちょっと落ち着いていないのかなっていうふうにも考えられるかなと思います。例えば対人関係の揉め事だとしたら、ソードの5番とかが当てはまるんですけど、ワンドの5番なので騒がしいなとかガヤガヤしてるなっていう感じはします。対誰かと言い争いになっているっていうこともあるかもしれないんですが、じゃああなたと喧嘩してるんですかって言ったら、そうではないのかなっていう感じがします。一緒にいるから、例えば意見交換し合うとか、会社でこれがいいんじゃない、あれがいいんじゃないっていうことは言うかもしれないけど、それがイコール好き嫌いになるわけではないと思うんですね。そうですね。あとはそのお相手とあなたの関係性なので、お相手の中でやっぱり難しさを感じていたりとか、落ち着きがないから、ちょっと心の中では一人でゆっくり考えたいなっていうふうに、今の状況をしっかりと見つめ直して、何が原因なんだろうとか、そういうことを今模索していたり考えていたり、騒がしいから家ではゆっくりしたいなっていう気持ちが強いのかなっていう感じもします。お相手の今の現状を1枚出しますね。ルノルマンで犬のカードです。そうですね、信頼を置いているあなた、パートナー関係を結んでいるあなたとの間、もちろん毎日一緒に過ごしているよっていう可能性が高いんですね。職場で会うとか、同じチームのプロジェクトの中にいるとか、かなりあなたを信頼しているんです。だからこそ何か納得できないことがあるのかもしれないなっていうのは感じますね。ただ嫌いではないよって、すごく信頼してるし信じてるよっていうのが出てきてる。そしてあなたもその信頼に応えるかのように、真面目で誠実にお相手と向き合っていきたい、そういう気持ちも出てきていますから、そうですね、関係性を見ていても日々やり取りしているよっていうのも出てきています。ただこの方の中での今の、そうですね、ざわざわした気持ちっていうのは出てきているかなと思うんですね。じゃあ原因は何なのかっていうところを見ていくんですね。それがここのカードです。ペンタクル7番のカードで、やはり関係性の見直しなんです。こちらコツコツと構築してきたものをもう一度見直したいっていうのが原因なのかな。それで今この人がちょっと関係性において考えていたりとか、積極的に働きかけようっていうよりは、今一旦見直しているよっていう感じが入ってきますね。なので返信とかがちょっと遅い、レスポンスが遅いかもしれない、重要なことに限っては遅いかもしれないです。表面的に見えてることは割と早いので、会社で会えば会話は続くんだけど、いざ大事なことを聞こうとするとちょっと閉じこもっちゃうなっていう、そういう感じがするかもしれませんね。では近い未来にこのお相手からの動き、どんな動きがありますかっていうのがこちらのデビルのカードなんですね。そしてこちらがアドバイスカードです。ペンタクルのエースです。で今私が気になるのが、2番さんがこの好きなお相手とお仕事絡みで結構、毎日と言ってもいいぐらい頻繁に会うような関係性だとしたら、その関係性の中で見つめ直したい、考えたいとか、そういうことが出てきていて、かなりこのお仕事絡みっていうのがかなり伝わってくるんですけど、いや全く仕事関係ないんですっていう方だとしたら、仕事関係なくても毎日連絡やり取りするぐらいの濃密さがあるんじゃないかなと思うんですよね。そしてその中のやり取りをお相手が今考えたいと思っていたりとか、より良いものへするために、より良い関係性にするためにはっていうことで、お互いがもう一度見直していかなければいけない何かがあるんじゃないかと。
それはすごくひどいわけではないですよ。ちょっと見直していって改善していけばもっとより良いものになっていけるっていう風になってきていますから、そんなになんかすごく大きな嫌なこと待ってるのかなではないから安心してください。大丈夫です。ただ日々の何かルーティンになっているものを見直したりだとか、悪習慣になっているものですね、それをちょっと見直そうかなっていう提案がお相手の方から現れてくる、やってくるかもしれないですね。ここもお相手を表す紳士のカードが出ているので、やっぱりこのお相手メインで考えたいことがあるんだよねとか、一人でゆっくりと静かな時間を持ってちょっと周りのこの喧騒からね離れてね、ゆっくり考えたいんだよね、見直したいんだよねっていう提案があるかも。でさらにデビルのカードっていうのが悪習慣を断ち切るっていう、そういう意味もあるので、このお相手の中で心の整理をしたい、それはあなたに対する恋愛関係において整理するとかではなくて、はっきりさせるとかね、そういうことではなくて、2人の関係性において悪習慣になっているものを一旦見直して改善したいっていうことなんじゃないかなと思うんですね。特にお相手側の負担になっていることとか、お相手側が、負荷がかかっているようなことを見直したいんじゃないかなと思うんですね。もちろんあなたのためにこうした方がいいよねっていうふうに提案してくる場合もあります。例えば仕事の話中心になっちゃってるから、もう仕事の話ばっかりじゃなくて違う話をしていきたいよね、もっと充実した会話をしていきたいよね、内容にしていきたいよねってことかもしれないし、でもかなりこのお仕事とか毎日日々やり取りしている内容、今取り組んでいること、お二人がやっていることについてのことを考えているし、それをさらにより良いものにしていこうっていう感じがするんです。例えて言うんだったら、仕事で同じプロジェクトに携わっていて、そのプロジェクトをうまくいくために考えようかなって。なので恋愛として発展させていこう、ドキドキしている、ときめいている、だから何とかしたい、今すぐアプローチしたいというよりは、今継続しているものをより良いものにしていきたい、見直して、関係性をね見直して進めているものを見直して、毎日大切に思っていることを、大切にしていることを積み重ねていく、それを見直していきながら、そして何かそこの悪循環になっているもの、習慣化しているものの中で、夜遅くまで連絡取り合っているとか、仕事の話ばっかりしているとか、何かが肩になっていることをちょっと調整したいなっていうのがお相手のお気持ちなのかなと思います。目立つような動きがあるのかって言ったら、例えばプロポーズや告白があるのかって言ったら、近未来は大きな動きはなさそうなんですけど、ただこの人の中で気持ちの整理っていうのがちゃんとできるので、悪習慣になっているものを断ち切ることによって、ますますより良い関係性になっていくと思います。なんか一つ受け取るものが出てくるんです。お相手からの言葉とか、お相手からの動き、アクションだと思います。ここを改めてみようと思ったんだよねとかね、あともっと真剣に責任を持って接していかなきゃなっていうふうにお相手が思うのかもしれないし、そうですね、2人で関係性をちゃんと育んでいきたいなってことかもしれないし、意見がちぐはぐしていた、でも心の中では信頼してるから、それをもっと表面化させていきたいなとかね、構築していきたいなって、そういうことだと思うんですね。ただ今のお二人の関係性ってかなり誠実で真面目な感じだしですね、刺激的な関係性かというよりは、日々一緒に何かに取り組んでいる関係性だったり、毎日連絡取り合っていますよとか、そういうことも入ってくるので、スピード感があるかって言ったらそうではなくて、お互いのペースでゆっくりと育んでいるような感じ、日々過ごしているような感じっていうところに対して、お相手が見直してより良いものにしていきたいっていうことが入ってきています。時間を有効的に使っていきましょう。はい、あとはコミュニケーションを表す鳥のカードが出てきました。お相手の中でもうちょっと違う方向で話をしたいっていうことかもしれないし、今の関係性も嫌ではないんですよ。嫌ではないけど刺激を入れていきたいかもしれないし、
違ったアプローチをしてくるかもしれないですね。動きがあるとしたらこの人からですね。あなたは自分から動くというよりはこのお相手からの動きを待ってみてください。何かの動きが出てくると思います。整えたいとか、自分の中で決めたことを話すとか、こういうことを決めてみたんだよねとか、考えて決めたんだよっていうことかもしれない。で、悪魔のカードっていうのはいろんな解釈があるんですけど、ここにペンタクルのエースが出てるので、やっぱり今の関係性、今回ペンタクルがかなり目立つので、そこにおいて今考えてることがあるんだけど、でも結局直す方向に向いていくんじゃないかなと思うんですね。今の関係性で偏ってるものがあるとする、そこにおいてざわざわしたり悩んでいたり考えてることにおいて整理させる、整頓させる、自分がもうちょっと責任持って発言していかなきゃいけなかったなっていうふうに反省したりとか、っていう方向に向いていくんじゃないかなと思うんですよね。変化に対して責任持って変化していこうとか、なんか軽々しく変化しちゃいけないな。変化っていうのはなんか軽々しく恋愛的な意味でお誘いしてはいけないなって、信頼してるからこそ、信頼されてるからこそ、そこにちゃんと応えていかなきゃいけないな、話し合ってコミュニケーションを取り合っていかなきゃいけない、一人で抱え込まなくてもいいんだっていうふうにお相手の方が思うのかもしれないし、いろいろ考えたんだけど自分はこうしたいと思ったんだよって、どうしたいと思ったのって見直したい、関係性をより良いものにしていきたいっていうことを伝えてくると思います。アドバイスカードはペンタクルエースです。近々の、幸運があるんじゃないかなって。このペンタクルエースはまず幸運を表しているので、幸運を手にするとかラッキーチャンスがやってくる。それはすごく派手なものとか目立つものではないかもしれないけど、そのたった一つあったことが自分にとってすごく大きな重みがある、そんな一言とか出来事だと思いますね。そしてアドバイスカードももらっていきましょう。こちらのカードがお相手が感じていることやあなたに伝えたいこととして1枚出しています。この夜空にね、ハートが描かれていて、あなたがそこに星を一つ足していくっていうことで、やっぱり今の関係性を順調に育んでいますよっていう感じもするんですけどね、信頼のカードも入ってるので、この信頼関係の中においてやはり今一度お相手の方の見直しがかかっているような状態なので、何かをそこに付け加えるとか、付け加えることによって完成するとか、調整が完成するっていうことを表しているような気がします。そこでより綺麗な、より美しい関係性とか、より豊かな関係性が整っていくのかなっていうのも感じます。ラッキーナンバーは5番です。ちょっと今回お相手の動きをよくよく見てみてください。近くにいる関係性だと思うので、お相手が今どういうことをあなたに言っているのか、伝えようとしているのかっていうのがすぐわかるはずです。一緒にいるからこそ、そしてあなたがお相手を見つめてるからこそ、その目標に向かってあなたが今やろうと思っていること、心に決めていることっていうのが、これからお相手の動きによって叶おうとしています。叶う方向に向かっています。それは出ていますね。新しい始まりを表すエースのカードが2枚入ってきているので、今までの関係性から何かが変わる。でも系統がガラッと変わるというよりは、少しずつゆっくりと変わっていくっていうような感じですね。お相手が何かを改めるとか、生活習慣の乱れだったりとか、あなたとのやり取りにおいて肩になっているものを整える、そんなイメージが入ってきますね。少しずつ変化していくとか、少しずつ取り組んでいく。例えば一人で抱え込んでいたものをあなたに打ち明けることによって楽になるとかね、そういうことかもしれないですね。お相手を表すカードも入ってきているので、お互いにとってやっぱり見直すタイミングなんじゃないかっていうのも入ってきています。なんかざわめきを落ち着かせる時間をとっていきましょう。そしてあなたが今本心で感じていること、お相手に対しての感じている恋愛感情とかときめきっていうのはすごくやっぱり美しくて綺麗なものだから、それを大切にしてくださいねっていう、そういうのも込められていますね。そしてこちらのラブオラクルからは恋に落ちるっていうカードが入ってるんですね。素敵ですよね。そのお相手と
なんか恋愛関係っていうそういう意味で何かが始まっていくような気もします。今毎日一緒にいる関係なんだけど、手を取り合って一歩踏み出していけるようなそんな関係。現状からは本当に恋愛関係になっていけるのかなっていうふうに思っている方の方が多いかもしれない。自分の願いとしてはそうなりたいと思ってるけど、現状そうなのかな、これ以上進めるのかなって思っている方の方が多いかもしれないですね。でもお相手の方から働きかけ、コミュニケーション、もっとコミュニケーションをとっていって、そして、やりすぎていることはここで調整がされると思いますね。なんか今いろんな思考が駆け巡っている感じ、それは多分あなたもそうなんじゃないかなと思います。混乱していることや心のざわめきを一旦落ち着かせるタイミングです。そして迷っているんだったら何か一つ選ぶ瞬間がやってくるかもしれません。それはそうですね、お相手かもしれないし、あなたかもしれません。お相手とのやり取りによって迷っていることから一つ決めるとか見直すことによって整っていく、そんなイメージです。この恋が動き出していく瞬間についてお伝えしていきます。時間がゆっくりとゆっくりと変わっていく感じです。明日、明後日ガラッとお相手の方から手を取りに来るとかそういうことではなくて、少しずつゆっくりとゆっくりと変わっていくような感じですね。はい。好きなお相手との間に起きること、まず偶然目があったり、ちょっとした連絡が増えてくるなど、これまでとは違う特別感が生まれてくるかもしれません。そうですね、コミュニケーションやデビルのカードも入っているので、ちょっとした変化とかアプローチ、スパイス的なものがこのお相手からの連絡とか話しかけ、声かけからあるかもしれない。例えばあなたの好きなものを覚えていてくれたりとか、ふとした瞬間にあなたのそういうところいいよねっていうふうに褒められたりとか、言葉や態度の中にあなたへの好意がにじみ出ていて、心がトクンというふうに高鳴る瞬間がやってくると思います。その空気の変化が次のステップへ進むきっかけになるかもしれません。ちょっとしたやりとりがあれ、なんかいつもと違うなっていう風に思うことがあるかもしれないんですよね。そこが2人の声が進展するタイミングです。もう間もなく心を大きく揺さぶられるようなことが訪れると思うんですね。感情がときめいたら、それは始まりのサインです。迷った時は思い切って選んでみてください。恋は理屈ではなくて直感で動くものだと。あなたが望んでいたもの、あなたが選んだものは必ず何か答えを教えてくれるでしょう。そしてこちらのカード、好きなお相手が伝えたいこと、今目の前にあるものを感じてほしいということです。好きなお相手はあなたが過去や未来ばかり見てしまっていて、心が疲れてしまうことがあるんじゃないかというふうに心配しています。今この瞬間が大切なんだよということを伝えたいようです。例えば何かに没頭することでもいいと思うんですね。料理をすること、音楽を聴くこと、創作活動をすること、何でもいい。夢中になることで心が軽くなる。それをお相手はあなたに伝えたい。そんな感覚をあなたにも感じてほしいとあの人は思っています。なので今もし疲れてるなっていうふうに実感している方は、何かに没頭すること、または今の時間、今を見てなくて過去これを失敗しちゃったからとか、未来こうなったらどうしようとかではなくて、今に集中できることをしてほしいってことですよね。今料理をしていてそこに没頭するとか、何か手作りのものを作ってみてそれに集中する。絵を描くとか音楽を聴くとか何でもいいんです。体を動かすとか、その今っていうのに集中することによってそこに大事な気づきがあるっていうことをこの方は伝えたい。目の前にあるものを感じてほしいっていうのが好きなお相手からのメッセージです。恋に落ちる時というのはちょっと怖いけど、でも素敵なことです。あなたのそのときめきを信じてください。それが未来の光、希望へとつながっていきます。2人が恋に落ちる、そんな関係性ちょっと想像できないなっていうふうに思ってるかもしれないけど、今の関係性から恋愛へと一歩を踏み出していく、そんなタイミングがお相手からのちょっとした言動で動き出していきます。ただ今すぐじゃあこの人恋愛関係として動いていこうかなっていうよりは、一旦整理してからっていう感じですね。悪習慣を断ち切ってからっていうのがあります。その悪習慣ってじゃあ何っていうと、
例えば、かなりこの仕事とか毎日頑張るっていうことが出てきていたので、そこを一旦見直すとか、日々の連絡の見直しとか、あなたとのコミュニケーションを一旦見直すっていうのが入ってくるかもしれないですね。あとは責任を持ってその信頼に応えるために誠実な対応をとっていこうっていうふうに考えを改めるとか、そういうこともあるかもしれません。あなたと離れていくというよりは、何かを与えてくれる、そんな動きをお相手の方で見せてくれると思います。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。このカードはラブラドライトです。いつもの中にある奇跡に気づいた時、恋の引き寄せが始まっていきますというメッセージです。うまくいくかな、いつ会えるかなと不安になる日もあります。でもふと見上げた空が綺麗だったりとか、今日は星が綺麗だなと思ったりとか、好きな人の笑顔を思い出してにやけてしまったりとか、そんな小さな瞬間の中に恋を進める魔法が隠れています。朝のコーヒーの香りやレジでのありがとうとか、友達との何気ない会話だったり、それら全部があなたのエネルギーを優しく満たしてくれています。今ここにある幸せに気づくことで、恋の流れも自然と動き出していきます。無理に進めようとしなくても大丈夫。あなたはすでに運命の流れの中にいます。実際にどういう行動をしていけばこのお相手との距離が縮まっていくのかっていうアドバイスです。寝る前に今日嬉しかったことを3つ書き出してみてください。そして日常の中で美しいなとかありがたいなと感じた瞬間っていうのを心の中で言語化する、言葉にしてみてください。何が美しいと思ったのかとか、何がありがたいなと思ったのかっていうのを心の中でつぶやいてみてください。その積み重ねがお相手との恋を縮める一つのアクションとなっていくでしょう。はい、こちらもぜひ参考にしてください。またラッキーナンバーの5番っていうのも、5のつく日時っていうのも参考にしてください。で、これリアタイでご覧になっている方っていうのはもう間もなく5月になっていくので、5月に何かお相手と始まっていくことがあるかもしれません。スタートを表すペンタクルエースとカップのエースのカードも出ていたので、恋愛的に何かが始まっていくとか、絡みが深くなっていく、そういうこともあると思います。今回はあの人の気持ち、恋の近未来について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはあの人の気持ち、恋の近未来について見ていきます。お相手からのアプローチは近未来ありますかということをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方はアポフィライトというカードです。早速タロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。画面の左側があなた、そして右側がお相手として出しています。そうですね、ハーミットのカード。こちらがあなたの今の現状、お相手の現状がタワーで、2人の関係性を表すところにムーンのカード。あなたの本音本心にワンドの7番、お相手はエンペラー。そして今回のその課題点っていうところで、強行のカード、司祭のカードですね。そしてお相手から近々どんな動きありますかって言ったら、ここでガラッと大きく変わる動きがあります。カップの10です。そしてアドバイスカードはペンタクル7番のカードです。ペンタクル7番は関係性の見直しっていうのが入ってきています。見直してより良いものへしていく、もう一度耕してみるとか、そういう意味ですね。で、まずはこの上のこの3枚を見ていると、まずお二人にとって大きな動きとか、そうですね、その
揺れるようなことがあったんじゃないかなって、中には喧嘩したとか、だから今の関係性が不安なんですっていうムーンのカード、ハーミット、タワー、ムーンのカードなので、なんかお相手の方でもなんかこう怒っちゃったとか、自分の中でこうガラガラと何かが崩れるような、揺れるようなことがあってカッとなっちゃったとかね、何かこう衝動的な動きを起こしたとか、それによって関係性が揺れるようなことがあったのかもしれない。つまりは喧嘩をしたとか、お相手の方でブツッとね連絡が途絶えてしまって、あれどうしちゃったのかな、何か悪いことしたのかなっていう風に、なんか恋の危機みたいなことをあなたが感じていて、すごく不安だって、あの人は今何してるんだろう、どこで何してるんだろうとか、怒らせちゃったかなとか、何か悲しませるようなことをしちゃったんじゃないかなっていう風なのが今のお互いの現状として入っているので、まずお二人の間で何かが変わるような出来事があったのかなとは思います。で、お相手が怒ってるだけじゃなくて、何かの大きな変化っていうのがあったので、そしてあなたも一人で考えている、自分の殻にこもって考えてるっていうところなので、両方強いんですよね。なので、何かこう関係値が大きく変わるような出来事があったとか、自分たちでは予期しなかったことがあったとか、変化っていうことで、その変化に対してどうしようかなっていう悩んでるあなたと、その変化に対応しきれなくて焦っていたりとか、どうしようどうしようっていう風にちょっと揺れているお相手がいて、関係性もちょっと不安、もやもやとか揺れている、月のカードなので、なんかこう今何かが変わっていったことによる不安だったり、先行きが見えなくなった、計画通りには進まなくなったなっていうことで、ちょっと一旦考えようかっていう、そういうあなたの現状が見えています。で、お相手は大きく変わってるので、環境の変化だったりとか、あとは何かそうですね、2人の関係性において大きく変わるような出来事があったのかもしれません。一度切り直します。で、お相手何があったのっていうことで聞いていきます。ルノルマンで補足もらっていきましょう。はい、こちらのカードです。これもタワーのカードですね。例えばお相手の中でこれはこうだと思っていたとか、揺るがないものだと思っていたものが変更しなければいけなくなったようなことがあったとかかもしれません。もう一枚見ていきましょう。太陽のカードですね。自分たちの中で、お相手の中では大丈夫だと思っていたようなことが変わるような出来事があっただったりとか、あとは塔のカードっていうのは建物を表していたりもするので、建物の変更、つまり引っ越しや移動があった、それによって距離ができちゃって不安になっているっていうこともあるかもしれない。あなたの方で一人とか、お相手の近くにいられなくなっちゃって悲しいとか、そういうことも感じられます。そしてお相手も今の状況を対応していかなきゃいけないから、ちょっとバタバタしているから、あなたとじっくりとお話ができないような状況なのかもしれません。そうですね、なんか信頼関係がガラッと変わるような出来事もあったのかもしれないですし、そうですね、だから中にはやっぱり喧嘩しちゃったんですとかって、今ちょっと冷却期間を置いていて不安なんですとかかもしれないし、物理的な距離ができちゃったとか、関係値が変わったっていう、なんかこう大きな出来事っていうのを感じますね。では本心はどうなのかっていうところを見ていくと、あなたの本心はそういう状況なんだけど、でも自分は諦めずにこの恋進めていきたいんだとか、諦めきれないとか諦めたくないとかね、そういう気持ちが出ています。ワンドの7番だから、障害があってもそれを乗り越えたいんだっていう気持ちが高くなっていると思います。そしてお相手の方なんですけど、お相手はエンペラーのカードが出ているので、ここもやはりこれエネルギッシュな方だなっていうイメージで入ってくるんですね。今こういう状況変化があったんだけど、やっぱりそれに対応する力を持ってるんですよね。なので例えば何か変化が起きたとしても、一旦それを取りまとめようって、もう一度
違う形になったとしても安定させていこうっていう風に持ち直そうとか、新しく作り変えようとか、作り直して立て直して、そこでまた安定しようっていう、そういう気持ちが働いています。それがあなたとの関係性において揺れるような出来事があったとしたら、不安を取り除くようにしていこうとか、新しく構築、新しい建物としてまた再建築するんだけど、これが信頼関係みたいなものだと思います。もう一度信頼を取り戻すような、取り戻すというか、変化に対応していって、また大丈夫だよっていうふうに声かけてあげたいなとか、そういうことだと思います。安心させてあげたいとか、エンペラーのカードっていうのは統率とかね、責任を果たして、王様のカードなので、みんなのこと守りますよとか、不安に思っていたこととか、崩れてしまったものとかをもう一度作り直して、良い国作ろうっていう風な形で、あなたとの関係性ももう大丈夫だよっていう風に言ってあげたいとか、安定させていきたいっていうのがあるから、なってしまったものはなってしまったものとして、その変化をうまく持ち直させて、そこで自分の力でまたあなたと向き合っていきたいとか、関係性を進めていきたいっていうのが入ってきてるんじゃないかなと思います。かなりエネルギッシュな方だと思います。顔、表情とかに気持ちが乗りやすい方だと思いますし、一旦やるぞって決めたらとことんまで突き進んでいくスピード力とか行動力もある方だと思いますね。今どうしようかなって思うようなことがあったとしても、すぐそれを切り替えて何とかしようっていう風になっていくと思います。で、喧嘩してるんだったらもう何とかしようってことで、この人が持ち直してくると思います。はい、なので距離が空いちゃったっていう方も心配しなくても大丈夫です。で、お相手から動きありますかの前に、まずこちらですね。障害となっているものとして強行のカードが出ているので、それはその立場的な問題もあるのかなとも思いました。さっきも言ったその移動とか引っ越しっていうのがあって、距離空いちゃいましたっていうのは、お相手の職業に関わるようなことなんじゃないかなとも思いますし、生活がガラッと変わった、でもそこから持ち直すよっていうことが言われているので、変わってしまった生活環境の中でも、それでもあなたとは連絡取っていくように働きかけますよっていうことだと思います。で、喧嘩したっていう方だとしたら仲直りする。で、原因としてはお仕事絡みのことで喧嘩してしまったとか、最近連絡がないねっていうことかもしれないし、そうですね、この方の役職柄とか博愛精神から来てるかもしれないですね。または物質的な変化っていうのもあるので、やはり場所の移動、もしくは対人関係とか、なんかみんなにいい顔しすぎなんじゃないっていうふうにあなたがちょっと不安に思ってしまったりとか、ちょっとなーってお相手と距離を置いた方がいいのかなっていう風にあなたが離れていけば離れていくほど、お相手の方で揺れちゃう、どうしたのみたいなことで思ってしまって、いやそうじゃないんだよっていう風にお相手の方から話しかけてきてくれるかもしれないし、いろんなパターンがあると思うんですが、ただ今言えるのは、不安定な状態であるということ、お相手の方での変化が起きたということ、それによってあなたは考えてしまったりとか距離感を感じてしまってるんだけど、心の中はこの恋諦めたくないと思ってるのと、お相手は持ち直していって安定させた状態や関係性を取り戻したいとか作りたいということを願っているということです。はい。そしてお相手からの動きっていうのがこのカップの10なので、2人で分かち合う喜びとか幸せとか、そういう気持ちが満たされるようなことをお相手が提供してくれるんですね。近々何か動きありますかって言ったら、すごく嬉しいカードが出てきているので、お相手の中で2人の気持ちが満たされるような、そんな言動をしてくると思います。もう大丈夫だよとか、ちょっと急なことがあったんだけど、それはこういう理由だったんだよとか、誤解だったんだよとかね、喧嘩していたら仲直りしようよとか、仲良くしていこうよっていうことだと思いますし、あなたが安心できるような、そんなこの安定をもたらすとか、責任を果たしてくれるとか、気持ちを満たしてくれるような、そんなお相手の動き、働きかけがあると思います。そして家内定については、物質的なこと、距離が離れたとか、移動になったとか、変化、引っ越しをしたとか、あとは仕事に関わるようなことであれば、やはりそれはその状況を受け入れるのが一番ベストなのかなとも思います。
心配することもあるし、失敗ももちろんあるかもしれないけど、その中にでも成功もあるんだっていうことは忘れないでねっていうことですね。何かしらの変化に伴って気持ちが揺れるようなこともあるけど、でも大丈夫なんですよっていうことが言われています。で、もし苦しくなっちゃったなって、不安迷いとかね、悲しい気持ちでいっぱいになっちゃったとか、どうしようと思った時は、自分の心を満たしてあげるようなことをしてあげてください。アドバイスカードはペンタクルの7番です。見直しのカードですね。関係性の見直しです。お相手との間の今の状態をしっかりと把握して、じゃあどういうふうに、どう変化に対応していけば安定できるのかなって、まず揺れているっていうのが出てきているから、冷静にしっかりと分析してどうしたらいいのかなっていうふうに、あなたの方でもその変化を受け止めるだったりとか、受け止めた後にまたさらに変化を起こしていく、良い関係性を築いていくために働きかけていくっていうことも必要になってくるかもしれません。ただお相手の方で動きあると思います。すごく嬉しい動きを出してくれると思いますから、なんか成功させたいこととか、うまくいかせたいっていうふうに願っているので、あなたとの間で発展させていきたいだったりとか、一旦揺れるようなことがあったけど、それでも自分は進めていきたい何かがあるっていうのが出てきているので、それに向かってお相手が動いてきてくれると思うんですね。で、より良い関係性になっていく、今よりはるかに変わっていくんじゃないかな。連絡取れなかったんですっていう方は、お相手の方から連絡来るだろうし、それによって2人で同じ気持ちを分かち合うってことだから、しかも喜びとか幸せな気持ちだから、すごく気持ちが満たされるようなことを2人で分かち合うんですよ。あなただけが味わうとか、お相手だけがとかではなくて、2人が同じ気持ちで満たされるようなことをお相手がやってきてくれると思うんですね。だからあなたも気持ちを枯らさずに、今辛いことがあったとしても、そのお相手の動きを待ってみてください。そしてどんな動きですかって、百合のカードが入ってきています。百合は調和とか、あと美しさ、純粋とか清潔とか、そういうことも表すので、まず今の状況が落ち着くと思います。で、不安な気持ちも調和、お相手からの働きかけによってだいぶ穏やかな気持ちになって、心がすっきりとクリアになる、なんか美しい清らかな気持ちになるっていうことでしょうか。純粋にお相手の言動を受け止められる、誤解もなく、そこにはもう透明な透き通った白い気持ち、真っ白な気持ちっていうのが伝わってきて、あなたの心を浄化していく、そんな働きかけですね。もう不安じゃなくても大丈夫なんだって安心できるようなことを、このお相手が見せてきてくれると思います。これは違ったんだよ、潔白なんだよってことかもしれないし、こうなってしまったけど自分はこういうふうに思ってるんだよってことをはっきりと伝えてきてくれるとか、あとはあなたと仲良くやっていきたいんですよってことを教えてきてくれたりとかするってことで、優しい感じでアプローチが入ってくるんじゃないかなと思います。はい、ではこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これはまずリラックスしているカードですね。お家でリラックスしてるっていう感じです。これがお相手が今あなたに伝えたいことなんですね。不安な気持ちにならないで、まず心のリラックスをしてねっていうこと。なんか自分の方、お相手の方がね、変化があって、それであなたも不安なのかなっていうのも、もちろん責任感を感じているんですけど、でもちょっとゆっくりと待ってねとか、ゆっくりとっていうのはそんなに時間かからないですよ。この人スピーディーに物事を構築していくので、進めていくので、そんなに長いこと待たなくても、すぐにこの嬉しいこと、言動っていうのが出てくると思います。一時的にどうしようと思うことがあるかもしれない、あったかもしれないけど、でもゆったりと構えてみてねっていう風な、そんなメッセージかなとも思います。ラッキーナンバーは3番です。3のつく日時を参考にしてください。2人で会う時がやってくるとか、連絡が入るとかかもしれないなというふうに思いました。とても明るいイメージを持っていてください。あとは自然のカードですね。あなたが一人で暗闇にいるというよりは、自然の力を
もらいながら、自然の協力をもらいながら心を解放させていく、一人でも楽しんでいくっていう、それが開運アクションなのかなっていうふうにも思います。家でゆっくりと好きなことして心を解放させるっていうことでもいいし、外に出てみて新鮮な空気を吸い込むことによって一人でね吸い込んで、気持ちリラックスしたとか切り替えられたっていうことかもしれないし、好きな方を選んでください。はい、まず緩やかにつながる時間っていうのがこの近未来に訪れそうですね。少し今疲れをあなたが感じているのかもしれないですね。そっとしといてほしいとか、揺れていることに対してじっくりと検討したい、考えてどうすればいいのか自分の中で答えを出したいとか、そういう状況かもしれないです。疲れを感じているあなたに好きなお相手が散歩でもしませんかっていうふうに声をかけてくれるような出来事が近未来訪れそうなんですね。散歩とか、これをしてみませんかとか、一緒にどうですかみたいな、2人で楽しめるようなことを誘ってくると思います。それがもし散歩だとしたら、外の風を感じながら何気ない話をするうちに、これまで話したことのないような心の内や過去の話題まで自然と出てくるようになっているでしょう。気取らず静かに心が通い合うような優しい時間、そのひとときが2人の関係性をぐっと落ち着いたものへと変えてくれます。大きな出来事がなくても、この人と一緒にいるのって心地いいなというふうに感じることが増えていくでしょう。だんだんと落ち着きを取り戻していきます。緑の多い場所や風を感じるような空間での出来事があなたの心を優しく開いてくれるでしょう。好きな人と一緒に自然を感じる時間を過ごす、これを意識することで関係性がぐっと深まるかもしれません。自然のエネルギーを借りるのもいいと思います。お相手から自然に関わるようなことでお誘いがあるかもしれません。つまりは散歩しようとか、あとはちょっと外に出て空気吸いながらコーヒー飲もうかもしれないし、またはもう思い切って大胆にアウトドアどうですかかもしれないし、外へ遊びに行きませんかかもしれないですよね。または植物が関係しているので、お花を飾ってみようと思ったんですよとか、そういう植物に携わるようなことで持ちかけがあるかもしれないですね。しかも2人でそれを楽しむっていうことなので、いろんなパターンがあるんですが、自然が関わることだと思います。そして好きなお相手が伝えたいことは、やっぱりちゃんと今休めてますかっていうことですね。好きなお相手は無理をしてしまうあなたに気がついていて、最近あなたに対して休めてるかなっていうふうに心配に思ってるみたいです。たまには休んでもいいんだよとか、無理をしないでとか、自分をこうしなきゃっていうふうにがんじがらめにしなくてもいいんだよとか、自分を甘やかす時間も必要だよっていうふうにあなたに伝えたいんです。無理をしないで、まずはリラックスして好きなものを食べたり飲んだりとか、ストレッチをしたりとかして緩めることをやってみてください。今考えすぎていないっていうふうに、もちろん自分の中の変化があるからあなたを不安にさせてしまったんだなっていうことも感じてるんですけど、まず一旦リラックスしようかとか切り替えようかっていうことで提案してくるんじゃないかなっていうふうに思いました。自然はあなたの味方です。味方につけましょう。緑の中を散歩するだけで心が整います。恋も人生も急がないでゆっくりで大丈夫。考えすぎていたら外に出てリフレッシュ、または家の中でリフレッシュしましょう。はい、お相手があなたの体を気遣っている。でかつ自分の変化があったからあなたが今考えてるんだろうなっていうことも察知していると思います。ではお選びいただいたこちらのアポフィライトのカードです。これはポジティブな姿勢を保っていきましょうっていうメッセージ。うまくいく未来だけに目を向けていきましょう。あなたの笑顔が恋の追い風になります。好きな人と会えない時間が続くとどうしてもネガティブな気持ちになってしまいますよね。でもそうした思考が恋の流れを少しずつ止めてしまうこともあるんです。深呼吸をして心をリセットしてみましょう。こんな LINE が来たら嬉しいな、次はこんな服で会いに行きたいな、などワクワクする未来というのを想像してみましょう。あなたの気持ちが明るくなると表情にも優しさがにじみ出てきて、それが自然に伝わっていきます。
未来が見えなくても楽しみだなと思える気持ちが恋を前に進めてくれます。さあ、前を向いて歩んでいきましょう。じゃあ実際にどんな行動をすれば開運していきますか、より良い未来へつながっていきますかっていうことなんですが、ポジティブな思考でノートを作りましょう。なんか夢日記、夢というか夢理想日記みたいなことで、自分がこうなりたいとか、理想のデートプランとか、こんなことをもらいたい、こんな内容のメッセージをもらいたいんだっていう自分の夢を書き出してみてください。そして鏡に向かって笑顔の練習をすることで、表情筋も気持ちもほぐれていきます。鏡を見て自分の表情、明るい表情を作る練習をする、家の中でとか、あとは自然に触れるっていうのもいいでしょう。本を読んだり、好きな飲み物を飲んだりしてゆったりと過ごすのもおすすめです。ぜひこれらの行動を取り入れてみてください。ラッキーナンバーは3番なので、3のつく日時もぜひいいことあると思います。今回はあの人の気持ち、恋の近未来、あの人から動きはありますかっていうことで、嬉しい動きがありそう。3番さん、楽しみにしてください。はい、ということでこれからもリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人の気持ち、恋の近未来について見ていきます。あの人から近未来動きはありますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。4番をお選びいただいた方、こちらレッドジャスパーというカードです。ではタロットカードを使ってお二人の恋の近未来見ていきます。はい、それでは見ていきます。こちらがあなた側、こちらがお相手側で出しています。あなたの現状がソードの4番ということで、一時休止のカードです。そしてお相手の現状がフールのカードで、新しい始まりとか、そうですね、それを表しています。お相手の中ではポジティブな変化を今進もうとしているっていうことかなと思います。2人の関係性はペンタクル3番です。そしてあなたの本音のところではカップのプリンセス、カップのページのカード、そしてお相手がカップのクイーンのカードなので、はっきり言ってしまえばお二人いい感じなんじゃないかなと思います。で、表面化していなかったとしても、お相手があなたのことを思っている、慕っているなっていう感じがします。恋愛対象として入ってるんじゃないかなと思うんですね。で、中にはお付き合いしているよっていう方だとしたら、もちろんあなたのことを好きだしっていう気持ちが出ているし、まだ付き合ってないんです、片思いなんですって方だとしたら、いいなっていうふうに思ってると思います。なんかこの恋うまくいかないかなって思っていたり、ただどちらかというとお互い受け身っていう感じがするんですね。どちらかが積極的に働きかけていく、ガンガンアプローチするというよりは、なんとなくいい感じになっていけばいいなとか、期待している、淡い期待を持っているような感じですね。なんか動くのがお互いちょっと臆病になっているというか、そうですね、なんか気持ちはあるんだけど実際に行動しますかってなった時に、勇気がとか、あともうちょっとだって分かってるんだけど、なんとなくいい感じなんだけど今一歩踏み出していけない、なんか背中を押してほしいとかね、そういうのが入ってきています。ただすごくね、美しい気持ちをお互い持っていて、お互いがお互いに対していいなっていうふうに思ってるので、この恋十分に進展する可能性が高いんじゃないかなと思います。そしてお相手の今の現状っていうのもフールなので、なんか自分から動いてみようかなって、そういう気持ちもあるんです。何か革命したい、変えたい、良い方向に変えていきたい、
なんかリスクがあったとしても、今までだったらいやーなんかこう誘うのがちょっとこう緊張するなとか奥手だったんだけど、自分から誘ってみようかなっていう気持ちになったとか、なんかこうお相手の中でこう前向きにこう足取り軽く前に進んでみようかなっていうふうに思ったんだっていうのが出てきているんですね。ただしあなたの方がソードの4番って言ってちょっと止まっているカードなので、例えば体調不良だったりとか今停滞しているんですって、ただね本心のところではお互いときめいているよって、優しさで溢れているよっていうのが出てきてて、デートしたいなとかそういう本心があるんだけど、じゃあ実際のところあなたの方がストップなんですね。でお相手はスタートなんですよ。だからお相手が誘ってくるんだけど今動けない時なんだよな、タイミング悪いんだよなっていうことを感じるのかもしれないし、あなたがそもそも今すぐ会おうよって言われて会えないような状況にいるのかもしれない。今ちょっと停滞、お休み必要ですよっていうふうに言われてるので、つまりは体調不良を起こしていたりとか、そんな時に限ってお相手が遊べるっていうふうに来るのかもしれないし、ちょっと噛み合わないなっていう感じはするんですけど、でも思っていることがすごくお互いのことを思っているので、両思いっていうのが出てきていますから、なんかお互いのことを大事にしたいな、特にお相手はあなたに夢中っていうのが入ってきていて、それで今自分で動いてみようっていうふうに思っています。でお二人の関係性はお友達だったりとか、会社の中でも仲のいい関係性っていうのが入ってきますね。ペンタクル3番だから、職場が違ったとしても何かしらのコミュニティでつながりがあって、そこで仲良くしている人、そんな関係性っていうのが入ってきます。でかつお互いが心の中で思っている、思い合っている、そんな関係性です。その現状を何とか伝えたいとか変えたいって思って動こうとしているのがお相手、そこにストップをかけてるのがあなたっていうことで、じゃあ何が問題なんですかっていうふうに見ると、ワンドの3番がここに入ってきています。これが今の恋愛に対する問題点です。それがその未来を期待することとか、それはね、そのあなたが今どちらかというとあなたの方が止まってるので、これがあなたの方にあるんじゃないかなと思うんですね。例えばそのまだ準備ができていないのに誘われちゃってどうしようとか、もっと早く言ってくれたらサロンに行って綺麗にしてちゃんと準備していくのにとか、そういうことを考えていたりとか、なんかこう新しいお洋服新調しなくっちゃとかね、その準備がっていうところがあるかもしれないし、もっと綺麗になってから会いたいのにとか、そのワクワクする気持ちでいっぱいなんだけど、ここでせき止めてしまってるんです、あなたが。だからそのなんで動けないのかなっていうところで1枚出すのことと、あとやっぱりこうそのお相手がねいつ誘ってくるのかがわからないっていうことで、もっと早く教えてよみたいな、そういうことを思うかもしれない。でもそうだからこそドキドキしちゃうっていうのもあると思うんですけど、でお相手の動きどうなのかなって見たら、ワンドの9なんですよね。お相手の中ではいろいろ考えて動いてきたつもりなんですよっていうのが出てきていて、言いたいこといっぱいある、伝えたいことすごくいっぱいあって、それを全部詰め込んでやってきますよみたいなことで、わーっていうふうに思うような出来事があるかもしれない。まずはあなたのそのソードの4番に対して1枚アンカーのカードです。ちょっと深いですね。アンカーのカードはお仕事も表しているので、例えば今仕事で忙しくってお相手に忙しい時に限って連絡来たりとかしてタイミング合わないとか、本当はデートしたいんだけどなんかうまくいかない、あと自分をがんじがらめにしているものがある。この怒りって海の中に沈んで船を固定させるものだから、進みたくっても進めない、なんか制約があったりとかですね、自分の中でこうガシッとこう沈んでいるものがあって、自分をつなぎ止めているものがあって、そこから自分が動けないっていうのがある、何か制約があったりとか、軽はずみな行動をしちゃいけないなって自分の中で思っていたり、または体調ってことももちろんあるんですけど、無理してまで今すぐデートできない状態でお誘いが来るとか、そういうことかもしれないし、倹約ではないんだけど、自分の中で何かこう戸惑いがある。例えばしっかりと用意していきたいのにタイミングがやっぱり合わないのかなっていう感じもするし、
自分の中のまだ覚悟ができていないというか、デートしてあれこれ考えて妄想していったら、あれ今の私で大丈夫かなっていうふうに思ってしまったりだとか、そうですね、なんかこう一歩踏み出す勇気が出ないのは、お互いもともとそうだったんだけど、お相手が一歩を踏み出そうとしてるんです。そこにあなたも一緒に踏み出してみたいって思ってる、本当は思ってるんだけどできないっていうのがあって、いろんな状況があると思うんですよ。これをしなければいけないことがあるとか、気軽にそのデートに行けるような状況ではないとか、いろんなこの考えてることがあなたにはあると思うんですよね。で、お相手の動きとしても、あなたが忙しい時に声かけしてくるとか、なんかこう気持ちがあっても、なんか結構いろんな対策してやってきたんだけどなっていう風な感じでですね。で、スターのカード、キラキラした思いをたくさん詰め込んでやってくるっていう感じもするし、かなり大きな期待、勇気を持って大きな一歩を踏み出してみたよっていう風に、そんな動きですね。ワンドの9番は対策とか、あと目の前のことに対して準備する、自分でどうしようかなって考えて行動する一歩手前なんだけど、もうこのフールのカードで表面的にもう動くよっていうことが現れているので、近い未来必ずこの方からの動きがあると思います。かなりキラキラしている。その時にやっぱり課題点もワンドの3番だから、あなたがなんか身軽になれるかとか、考えてることお互いあってそこが合致するかとか、自分で計画立てていてその計画とは違う方向からアプローチが来るかもしれなくて、それに対応していけるかとか、対応してなきゃいけないっていうわけではないんだけど、あなたとしてはあれ、こんなところにこんな時にやってくるんだみたいな感じで、嬉しいには嬉しいんだけど、今すぐ対応できなくてごめんみたいなことがあるかもしれないんですよね。でもね、その2人でやっぱりこれから関係性築いていくから、今あなたがごめんダメなんだってなったとしても、またフォロー入れてあげてください。この日だったら大丈夫だけどどうかしらみたいな。そしたらもっとうまく進んでいくんじゃないかなと思います。アドバイスカードがエンペラーのカードなので、やっぱりあなたの方から動く勇気が必要なのかなとも思います。一歩踏み出す、何かを変えるとか、お相手が動こうとしていることに対して自分も歩み寄っていこうって、それをそうですね、今でも十分できているんだけど、違うアプローチの方法をお相手が取ってきます。だからそれはどういう意図があるんだろうって思ったら尋ねてもいいし、多分突発的な動きだったりとか、今までこうやって仲良く話をしてきたのに、いきなり斜めの方向から明日どうみたいなことで聞かれてくるかもしれないんですよね。でもすごく純粋な気持ちで聞いてくるので、悪気があるわけではないんですよ。だからあなたもそうなんだねっていう風に思いながら、でもドキドキすると思うんですよね。お相手から声かけられてどうって言われて、だからあなたとしては安心して進めていきたいって思っていたりとかするんだけど、お相手の方が浮き足立ってるかもしれないですね。ドキドキしていて、もう早くデートしたいんだとか、いろんなことを作戦考えています。デートこんなプランがいいんじゃないかとか、そして勇気を出して踏み出すので、ぜひそこであなたも動いてほしいなっていうふうにお相手は思ってると思うし、動けなくしていることが何か気がかりになっていることがあなたにはあるのかも。お相手のことすごく好きでドキドキしてるんだけど、何かが自分の現状を動かなくさせようとしていたりとか、何かを感じていることがあるんじゃないかなと思いました。アドバイスも新しい始まりに向けて自分で歩み出していく力っていうアドバイスが出ているので、やっぱり22番道のカードですね。選択です。始まりを選んでみてはいかがでしょうかっていう風に、来ていますが、止まるのか動くのか、やはりここはお相手が動くってなった以上は、あなたもそこに
向き合って動く。で、何か動けない原因があるっていうのがちゃんと分かっている方は、その原因を取り除くとか、なかなか簡単に取り除けるものではないかもしれないんですよね。だとしたら、じゃあそことどう折り合いつけてうまく付き合っていくのかっていうことを考える時がやってきてるのかもしれません。ではオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。そうですね、お相手の動きもありそう。ラッキーナンバーは9番です。9のつく日時を参考にしてください。あまり不安になりすぎずに、そして安心してお相手に心を開いていってください。オラクルカードは愛すべき人です。はい、綺麗なカードですね。そしてお相手があなたに伝えたいことっていうのがここです。心を開いてって、例えば本音を聞かせてほしいとか、本当はどう思ってるのっていうことかもしれないし、もっと楽にしてほしいとかね、自分を解放させてこの本音を開くことによって固まっているものから解き放たれてほしいっていうような願いかもしれません。間もなくあの人との間で起こることっていうのが愛を実感できること、そこによってあなた自身が輝いていくことが待ってるんじゃないかなとも思います。愛されているんだっていう風に気がつく出来事がありそう。あなたがなんとなく気分が沈んでいたり元気のない日、そんな時に好きな人がちょっとしたプレゼントをくれたり、無理してないと気遣う言葉をかけてきてくれます。あなたが何も言わなくっても微妙な変化に気づいてくれたその優しさに胸がじんわりと温かくなるでしょう。ちゃんと私のこと見てくれてるんだ。そんな小さな気づきが大きな安心感となって、あなたの中の不安や壁が静かに解けています。最近不安を感じることが多かったかもしれません。でも大丈夫です。あなたはすでに深く思われていて愛されている存在です。はい、いいですね。なんかあなたに夢中っていうのが伝わってきます。まだ言葉にされていないかもしれませんが、お相手の態度や視線にはその愛が溢れています。恋愛において安心感とはとても大切なものです。あなたが自分らしくいることに自信を持てた時、相手との距離はぐっと縮まっていきます。あなたの素直な気持ちが優しい関係の鍵となっていくでしょう。そうですね、なんかギュッと縛られているものがあるように感じます。好きな人が伝えたいことです。心を開いて本音を見せてほしい。好きな人は過去に傷ついた経験があるのかもしれません。でも今はありのままの自分を受け入れて誰かと真剣に向き合いたい。それはあなたというふうに思っているようです。あなたにも自分の弱さも強さもそのままこの好きなお相手に見せてほしいと願っているのです。心の扉を少しずつ開いていけるように一歩進んでみましょう。どうでしょうか。今一歩進む勇気がないっていう方も今進んでみましょう。あなたが思っている以上に世界は、お相手は優しいです。そしてあなたも十分すぎるほど素敵な存在なのです。そのままであなたは愛される価値があります。どうか自信を持ってマイナス思考から抜け出していきましょう。お相手からの動きがありそう。でもそれはあなたが思ってるのとは違う角度からやってくる可能性もあります。あとはスケジュールが合わないとかあるかもしれないんだけど、代替案を取ってあげてください。これはどうとか、これは大丈夫だよっていうふうに言うとまたうまくいくと思います。はい、ということで、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていこうと思います。4番をお選びいただいた方はこちらのレッドジャスパーというカードです。テイクアクション、行動を起こす、そのままの言葉が書いてありますね。行動を起こしてみましょう。やってみるというだけで未来が動き出していきます。恋もチャンスもあなた次第です。どうせ無理かもと思って動かないままだと恋の扉は開かれません。会いたいと思ったら LINE をしてみましょう。話したいんだったら少しだけ勇気を出して声をかけてみてください。大きな一歩じゃなくても大丈夫。小さな行動が未来を動かしていきます。例えば朝5分早く起きて鏡の前で笑顔を作ってみる。ほんの少し丁寧におしゃれをして出かける。それだけであなたの恋の気配は変わり始めます。
行動イコール愛され力アップだと思ってみてください。今日のあなたの一歩が恋の未来を明るくしていきます。具体的にどんな行動に起こしていけば開運していくのかっていうことなんですけど、好きな人に送る軽めの LINE、 これをいくつか候補を用意しておきましょう。メモに残しておくとか、気軽なネタですね。重いネタではなくて軽めのネタ、楽しくて明るくなる、そんな軽めのネタを用意しておく。いくつかメモしておいてパッと出せるようにしておく。イメージトレーニングするっていうことですね。あとは外に出るときに今日一つ何か新しい行動をするぞと決めてみましょう。例えば挨拶してみようとか、笑顔になってみよう、話しかけてみようなど、何か自分からアクションを起こせることを一つ決めて外に出ていきましょう。このようなことをすると、より一層お二人の距離がぐっと縮まるようなことが近く訪れると思います。ぜひ参考にしてください。あなたからも行動に起こすとき、そしてお相手も行動に起こすときがやってきます。今までお互いいい感じなのに動けなかった、変わらなかったっていうことが変わり始めていくので、ドキドキがやってくるんじゃないかなっていうふうに期待してください。あとはやはりあなた次第っていうのが入ってきているので、何が自分を今ストップさせているんだろうっていうことをあまり詰めすぎないように考えて、そこをどうやったら取れていく、ブロックが外れていくのかなっていうのをうまく考えていくといいんじゃないかなと思いました。今回はあの人の気持ち、恋の近未来ということでリーディングしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。今回は4択占いとなります。あの人の気持ち、恋の近未来について見ていきました。あの人から近未来、近々動きはありますかということで、相手方の動きについても見ていきました。はい、いかがだったでしょうか。今回はブラックカイアナイト、明確な境界線を引く、そしてラブラドライト、魔法に気がつく、そしてアポフィライト、ポジティブな姿勢を保つ、レッドジャスパー、行動を起こすという4種類のカードを使用していきました。どのカードをお選びいただいたでしょうか。今回はプチ3択占いで、こちらルノルマンカードから3枚カード出していきます。左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。カードを切りながら軽く近況についてお話ししていこうかなと思います。ここ1週間ほど少しバタバタしていて動画投稿ができていなかったんですが、ここからまた動画投稿の再開ができそうです。はい、1週間ほど空いてしまったんですが、個人的にかなりバタバタしていて、ちょっと、気持ち的にも疲労が溜まっていたというか、頭がいっぱいいっぱいになってしまっていて、今ちょっと落ち着かないとしっかりとリーディングできないなというふうに思ったので、1日だけオフの時を取って自分で何もしないっていうふうに決めて、自分の心をゆっくりと満たす、そして甘いものとかを食べて自分の、好きとか食べたいっていうものを、その欲望を満たしてあげるっていうことをやりました。あとも何もしない、本当に何もしない、ただだらっとする日っていうのを作ろうと思って決めてやってみました。それがだいぶ自分の中でリフレッシュになったりとかしたので、何もしないっていう風に決めるのもいいんだなっていう風に思った今日この頃でございます。はい、では3択出していきましょう。好きなお相手とやっぱり進展したいとか、相手の方からアプローチしてくれたらいいのになっていうの、やっぱりすごく思いますよね。今回の3択メッセージは今必要なメッセージとしてもらっていきましょう。この恋愛うまく進めていきたいなっていう気持ちもありながらも、自分の体調をやっぱり気遣っていかなきゃいけないなっていうのも同時にあると思うんですよ。自分の状態がいい状態でやっぱり恋愛進めていくことが一番いいことだと思うので、お互いのねこの状態がいいっていうのが一番いいんですけど、
自分の体調を整えることっていうのが今ご自身が一番できることなのかなと思うので、最近ちょっとむくみがひどいんだよねとか、肩が凝ってるんだよねって方は一旦メンテナンスしてもいいし、お金をかけなくても自宅でマッサージするとか、自分でセルフマッサージやストレッチするだけでもだいぶ体が変わってくると思いますので、あとは心の休憩をしっかりと取ることもおすすめです。見ていきましょう。左をお選びいただいた方です。船のカードです。船というのは軽快に前に進んでいく、未来に向かって進んでいくっていうね、動きのあるカードです。今あなたは今のいる場所から進んでいくんだっていう気持ちを持って、ぜひ行動に起こしてみましょう。これは恋愛に限ったことではありません。あなたの夢、願いを叶えるために行動に起こす。何かを習い始める、資格を取ってみる、学ぶだけじゃなくて出かけてみるとか、今あなたがやってみたいことありますよねって、そこに向かっていく、目的地に向かって進んでいくんですよ。また目的地がなくてもリフレッシュするために外に出るとか、近くの神社を参拝するとか、散歩するとか、ウォーキングしてみるとか、天気のいい日に日光浴してみるとかでもいいし、雨の音を聞いて自分でその雨の香りを嗅いでリラックスする。だから雨の香りが好きっていう方もいますよね。人それぞれあるので、何もね遠くに行くとかお金を使うとかじゃなくて、身近な場所で一歩前進できることってあるんですよ。家の中で28日間ストレッチチャレンジしてみようでもいいし、アプリを使って何かやってみようっていうことでもいいし、何かあなたが今動くタイミングがやってきてるんだよっていうことを教えてきてくれています。今いる場所から自分の変化へ向けて動きを始めるとき、何でもいい、自分がやってみたいことでもいいし、何かを変えるときです。進んでいくとき、進むっていうのがキーワードです。では真ん中をお選びいただいた方です。コミュニケーションを表す鳥のカードです。どこかのコミュニティに属してもいいし、自分で今いる場所、今いる仲間たちとかお友達とやり取りをしてもいいし、遊ぶ、会って食事をする、いろんなことを話をする、ネットオンラインとかでも通話をするとか LINE のやり取りとかをして、もう活性化させてください。コミュニケーション、コミュニティの場をあなたが自分から持ちかけてもいいし、何かのコミュニティに参加してもいいし、そこで人とのやり取りによってあなたが得られることや気づきっていうのがあると思うので、ぜひねこのおしゃべり楽しんでください。では右をお選びいただいた方です。はい、ネズミのカードです。ネズミ、マウスのカードっていうのは一般的にストレスを表します。あなたの心を蝕んでいるもの、なんか小さなギスギスしたものとか積み重なっているもの、日々小言を言われていますとか、なんとなく違和感を感じていて、それが積もり積もって実はあなたの心を蝕んでいましたかもしれません。ストレス解消するようなことをしてみましょう。ストレス発散です。で、ストレスの発散方法は人によって変わってくるんですが、何にストレスを感じているのか、対人関係なのか、仕事なのか、それともなんかいろんな情報が入ってきて何を信じていいかわからないとか、自分について考えてしまうとか、人によって様々あると思うんですけど、まずその原因を探ってください。そしてその原因から離れること、距離を置くっていうのもストレス発散の一つの方法です。例えば最近食べ過ぎてしまうんです、飲み過ぎてしまうんですっていう方は、そこを一旦立ってみる。お菓子を1週間やめてみるとか、飲酒していたっていう方は禁酒してみるとかでもいいし、一旦距離を置く。スマホばっかり見ちゃうんですっていう方はスマホから一旦距離を置いてみるとか、実行してみてください。距離を置くこと、あとはこれをしたら私はストレス発散なんですっていうのがもう確実に分かっている方っていうのは、それをやってみる。自分にとってのストレス発散方法とは何か、何が自分を癒してくれるのか、そこが分かっている方はそこに集中して取り組んでみてください。今ストレスを手放すとき軽くしましょう。ストレス溜まっている、それはあなたが頑張っているからです。頑張って我慢しているとか、頑張って進めている、自分に無理をさせて何か頑張らなければいけないことがあったからです。その自分を褒めてあげましょう。よく頑張ったねって、よく耐えたねって。
それだけでもだいぶ心が軽くなると思います。はい、ということで、こちら今回のプチ三択占い、今のあなたに必要なメッセージとしてお伝えしていきました。ぜひお受け取りください。今回のリーディングは以上となります。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。よろしかったらまたぜひチャンネルに遊びに来てください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チラでした。